こんにちは、ウーファーの岸本です。ご機嫌いかがでしょうか。ですね、今日はこのデッドライトの LED 化の話です。LED 化って言ってもですね、別に大したことはしてなくてですね、こういうLED の電球に変えて使えるかどうかっていうのをですね、こういう LED の電球ですね、ちっちゃくて見えますでしょうかね。外側がこれプラスチックではなくてシリコン樹脂みたいなもので覆われている LED の金口が G の4というタイプの LED なんですけど、これに置き換えることができるかなと思っていろいろ購入して試してるんですけど、できることはできるけどまだまだパワーが弱いんですよね。というのが、一応このデッドライトは、このタイプは 100W と 150W のものが発売されていて、これは100W のものなんですけども、ここに AC 電源が入ってきて、この中で 12V に変換してるんですね。それで電球はどこに入ってるかというと、この後ろ蓋を外して、このフォーカスをずっと後ろに持ってくるとこれ出てくるんですけど、ここなんですよ。今ここに LED はめてみたんですけど、こういう感じですね。で、ここにコネクターがついていて、この電球の前後にですね、レンズとそれからミラーがついてですね。でミラーは凸型のミラーがついていて、後ろ側の光を前に増幅するような感じになってて、前側にはですね、やっぱりレンズがついていて、このレンズと、ここの前面にレンズがついてるんですけど、このレンズでフォーカスを合わせるというようなものになってます。これをずっとハロゲンで使い続けるというのもなかなかハードで、一応一番の弱点は熱くなるということなんですよね。で、インタビューとかによく使ってたんですけども、30分とか、1時間とかインタビューを取るとですね、もうこれがちょっと持てないぐらいに熱くなると。そうするとインタビュー終わった後でもですね、15分か20分ぐらいそこで冷ましとかないとダメですよね。バックにも入れられない。それじゃちょっと困るので LED 化できたらいいなと思ってたんですけど、LED じゃなくてハロゲンはですね、実はここにもともとデッドライトで、ついていたこのハロゲンのランプなんですけどね、これいろんなサイズがあって 40W とか 60W とか 100W とかいうのが一応オプションで販売されてます。でそれに変わるものがあればいいなと思ってずっと探してたんですけど、大体このですね、金口のこういうタイプのものが出てきたもう割とですね、最近なんですよ。それで最初は 3W とか 6W とかで、今は 9W とか今販売されてると思うんですけど、これ12V だと、やっぱりそのワット数が低いんですね。でこれが 240V とかになるともっと 20W ぐらいまでですね、出るものがあって、だからハロゲンに換算すると 200W ぐらいまでできるんですけど、現在その AC12V で起動できる LED としては、このタイプでは 6W がマックスなのかな。で形はいろいろ出てるんですね。でそれを試してみようということでいろいろ買ってみました。でなかなかこれね、日本では売ってないんですけども、Amazon が一部取り寄せるとか海外からの発送で、販売してます。でこれはAmazon で買ったもので、結果的にはこれが一番良かったんですけど、例のアリエクスプレスですね、中国のサイトで通販をしているところがたくさんの種類をですね掲載してます。それでいろいろ買ってみた中で、タイプがねいろいろあるんですよ。こういうねものとか、あとここにねないかな、サンプルでこれついてるよね、こういうものとかで、最初は多分こういうの買ってみたんですよね。ちっちゃくて、これ 6W じゃないね、これ 3W ですね。でこれがどれぐらいの能力があるかなと。一応説明書によると 3W でも 30W ぐらいの明るさがあるよということが書かれてるんですよ。でデッドライトもこれそんなにもともとですね、広い範囲を明るくするためのライトではなくて、いろいろ細かいライティングによる絵作りをするためのライトなんですね。
だから例えばインタビューの時でも、顔だけをちょっとほのかに当てて元気よく見せるとか、そういうために使うようなライトなんですね。なので、100ワットをマックスで使うことっていうのは正直あんまりないんです。だから50ワットぐらいの威力があれば使えるかなと思ってたんですね。それで、テストしてみたわけです。でですね、いろいろ買ってみたんですけど、これ大きさこんだけ違うとですね、相当違うように思えるかもしれませんけど、これ実際につけてみるとですね、ちょっと今日は AC アダプターを用意しているので、ちょっとどれぐらいのですね、光量の違いがあるかをちょっとご覧いただきたいと思います。コネクターをつけてですね、こういうものですね。で、電源入れてみます。12ボルト。はい。今これ12ボルトで、私サングラスしてるのであんまり眩しくないんですけど、割と威力があるようにこの時点では見えるんですね。こっち側はなんか稲妻のように中で並んでることがわかりますね。こっち側は 3× いくつあるのかな ?8 かな ?24 個並んでるのがわかります。これ両面こういうふうに光ってます。こういうものですね。ただ、これはですね、こっちが3ワットでこっちが6ワットかな。実際に、この中にセットしてやってみると、あんまり明るくなかったんですよ。なぜかよくわかんないですけど。で、一番結果的に良かったのは、この Amazon で買ったこれなんですよ。例えば、こっち変えてみましょう。これをこれに変えてみましょうね。金口がね、多少違うんですよね。はい、これつけてみますね。これ見かけ上は大きいからこっちも明るいと思いますけど、あんまり変わんないんですよ、実は。同じワット数だっていうこともあるんですけどね。こんな感じです。上のカメラを完全にハレーション起こしてますね。ちょっと仕方ないですけど。こんな感じです。それで、この8ワットというこういうですね、いかにもパワフルですよっていう感じの、十字型、上から見たら十字型に並んでる LED もあるんですけど、これにちょっと変えてみますね。これ毎回いきますね。はい。こんな感じで、なんか部屋の中全体を明るくするっていう用途には向いてるかもしれませんけど、方向性が前後になんていうかな、並んでないので、実際同じワット数だったらこっちの方が明るいんですよね。ということで、いろいろ勉強になったんですけど、結果的にはこの片方に10個ずつ並んでるこの6ワットのやつが今のところこのデッドライトに入れた時には一番ですね明るくつくと。その実際に明るくつくっていうのはそんなに明るくないんですけど、ちょっとやってみますね。はい、電源オン。こんな感じです。ちょっと仮想的光っていう感じもしないでもないんですけどね。上のカメラですとそんなにハレーションも起こらない。だから人物の顔に当てるとしたらどうですかね。これぐらいちょっと絞っといて、なんかもうちょっとね周りが明るいところで当てると多少演出はねできるかなという明るさは得られるということが分かったので、これはこれで例えばクレイアニメとかでやってる人っていうのはいろいろ細かい光を作りながらやるわけですよね。そういう時にこれを何台か用意してやる時にこういう弱い光でもいいので熱くならないし、いいかなというように思いました。なので、まだ完璧ではないけれども使えるんじゃないかなということが分かったので、もし興味のある方は、ぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので、そこから LED を買って試してみていただいてはいかがかなというふうに思います。それでアリエクスプレスで注文した時に1個ミスったのが、これAC12V で稼働する LED というのはいっぱい売ってるんですけども、デッドライトでは AC
スラッシュ DC どっちでもつきますよっていうライトでないとなぜかつかないという症状が出てます。なのでこういう AC アダプターでつける場合は、DC に対応してたらいいわけですけども、デッドライトで使うときにはですね AC、DC 両方に対応しているというライトでないとうまくつきませんでした。それからこれにスライダックをつけてもっと光の状態を落とそうとしたときにはですね、残念ながらフリッカーが出てしまいます。なので、調光はちょっとできないと。調光可能かどうかっていうのは、その製品の、説明欄に書かれてますので、その辺も見て買っていただくのがいいかもしれませんけど、基本的にデッドライトはハロゲンの時もそうなんですけども、これで調光をするというよりも、その玉を変えて明るさを変えるという、そういう原始的な方法をもともとは取ってたライトなので、6ワットでうまくいったら3ワットも買っておいて、仮想的光をですね、うまくコントロールしながら演出をするというような使い方がいいんじゃないかなというふうに思いました。LED のこのG4 っていうカナダの LED なんですけど、これのちょっといろいろ買ってみて、散財してしまったので、これ部品どうしようかなと思ってたんですけど、一応こういうですねコネクターもすごい安くで売ってるんですよ。これ10個200円ぐらいで売ってるので、これを買ってこういうですね、AC アダプターのコネクターをつけてですね、こういう AC アダプターにつなげば、すぐライトになるので、いろんなものにこう証明したいことありますよね。僕だったらその編集卓の下に、一応ライトは仕込んでるものの、どうしても手前側のところとかライトが当たりにくいところがあるんですけども、そういうところに証明するために、これにちょっとねアルミの針金みたいなのをつけて、で手前側に、ちょっとこうクッと曲げれば出てくるような、そういうものを一応作ってみました。ここについてるんですけどね。でそれがあることによってこう USB に何を今挿してたかなとかね、いろいろそれを確認をするときに、今までいちいちフラッシュライトとかで見てたんですけど、それ煩わしいので、パチッとつけたらそこがちゃんと明るくなるようにすることができたので、それはそれで用途としてあるかなと思ってます。いつも照明があったらいいなと思うけども、そういうところに適合した照明がないなということってありますよね。そういう時にこれでDIY で作ってもらったらいいんじゃないかなというふうには思います。ということで今日の、この Vlog が参考になったなと思う方はぜひグッドボタン、それから私はですね一応こういう、記録映像の制作というのをお仕事にしてますので、そこでいろいろ使ってます道具なんかをですね、この Vlog では紹介しております。今後も見てみたいなと思われる方はぜひチャンネル登録をしてご覧いただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら。